座敷わらしの話。宮沢賢治。僕らの地方の座敷わらしの話です。外が明るい昼間、みんなは山へ働きに出かけていました。子供が2人、庭で遊んでいました。大きな家に誰もいませんでしたから、あたりはしんとしています。ところが、家のどこかの座敷で、ざわっ、ざわっと、ほうきの音がしたのです。2人の子供は、お互いの肩にしっかりと手を組み合って、こっそり言ってみました。でも、どの座敷にも誰もいません。刀の箱もひっそりとしています。ヒノキで作られた垣根がとても青く見えるだけで、誰もどこにもいませんでした。ざわっざわっとほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声か、北上川の流れる音か、どこかで豆を選別しているのか、2人でいろいろ考えながら黙って聞いてみました。でもやっぱりどれでもないようでした。確かにどこかでざわっざわっとほうきの音が聞こえたのです。もう一度こっそり座敷を覗いてみましたが、どの座敷にも誰もいません。ただお日様の光だけがあたり一面明るく降り注いでいました。こういうのが座敷わらしです。大道巡り、大道巡り。一生懸命こう叫びながら、ちょうど10人の子供たちが両手をつないで丸くなり、ぐる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 座敷の中を回っていました。どの子もみんなそのうちのお祝いの会に呼ばれてきたのです。ぐる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 回って遊んでいました。すると、いつの間にか11人になりました。知らない顔は一人もなく、同じ顔も一人もありません。それでもやっぱり何回数えても11人いました。その増えた一人が座敷わらしなのだぞ、と
大人が出てきて言いました。けれども、誰が増えたのかわかりません。みんな、とにかく自分だけは絶対に座敷わらしじゃない、と一生懸命目を見張ってきちんと座っていました。こういうのが座敷わらしです。それからまたこういうのです。ある大きな本家では、いつも旧暦の8月の初めに、如来様のお祭りで、分家の子供たちを呼んでいました。でも、ある年、そのうちの一人の子が、はしかにかかって休んでいました。如来さんの祭りへ行きたい。如来さんの祭りへ行きたい。と、その子は寝ていて毎日毎日言いました。祭りを延期するから早く良くなれ。本家のおばあさんが見舞いに行って、その子の頭を撫でて言いました。その子は9月に良くなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが他の子供たちは、今まで祭りを延期されたり、見舞いに鉛のうさぎを取られたりしたので、少しも面白くありませんでした。あいつのためにひどい目にあった。もう今日はあいつが来ても絶対に遊ばないぞ。とみんなで約束しました。お、来たぞ、来たぞ。みんなが座敷で遊んでいたとき、突然一人が叫びました。よーし、隠れろ。みんなは隣の小さな座敷へ駆け込みました。そしたらどうです？その座敷の真ん中に、今やっと来たばっかりのはずのあのはしかになった子がいました。すっかり痩せて、青ざめて、泣き出しそうな顔をして、新しい熊のおもちゃを持って、きちんと座っていたのです。座敷わらしだ。一人が叫んで逃げ出しました。みんなもわーっと逃げました。座敷わらしは泣きました。こういうのが座敷わらしです。また、北上川の老明寺の淵の渡し森が、ある日、私に言いました。旧暦8月17日の夜、おらは酒飲んで早く寝た。おーいおーいと誰かが向こうで呼んだ。起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうど空のてっぺんだ。
おらは急いで船出して、向こうの岸に行ってみたら、紋付きを着て刀を刺し、袴を履いたきれいな子供だ。たった一人で、尾の白い草履も履いていた。渡るかと言ったら、頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中あたりに来たとき、おらは見ないふりしてよく子供を見た。きちんと膝に手を置いて、空を見ながら座っていた。お前さん、今からどこへ行く？どこから来た？って聞いたら、子供はかわいい声で答えた。そこの笹田の家にずいぶん長くいたけれど、もう飽きたから他へ行くよ。なぜ飽きたねって聞いたら、子供は黙って笑っていた。どこへ行くねってまた聞いたら、さらきの斎藤へ行くよと言った。岸に着いたら、子供はもういなくて、おらは小屋の入り口に座っていた。夢だかなんだかわからない。けれども、きっと本当だ。それから笹田は落ちぶれて、さらきの斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を卒業できたし、めきめき立派になったから。こういうのが座敷わらしです。